要はスピーカーって距離だと思うんですよ。この音楽講座、前回スピーカーの部屋なりを測定したんですが、それをもって補正修正するかっていうと、それはしない。一旦補正してみるというのは正解で、でも結局元に戻したりとかで、要するになんか音のことでも全くもってわかんないですね。完全にフラットで歪みもなく情報漏れがないにより近いスピーカーがあるんだったらば、このようにスピーカーはその最高値の一種だけあればいいわけで、他は全部不要なわけですよね。でもどこのスタジオ行っても実際には複数のスピーカーをスイッチして鳴らしてる。ということは、要するにわからないわけです。聞く人が何でどうやって鳴らすかはわからない。全然わからない。だから結局のところ間を取るというか超妥協するわけですね。ものすごく攻めまくって体中の穴から血吹き出しまくってここしかないっていうところまで追い込んで、そしてそこから妥協する。誰がどう聞くかわかんないから。それしかやり方がないというか、それこそが録音表現のロマンというかファンタジーでして。再生環境だけで言うならば、レコーディングよりもむしろライブとか展示とかの方が全員同じスピーカーで聞いてるっていう意味で、妙な調整や黄昏は全くなくなるわけです。ましてや、制作時に鳴らすスピーカーは良い悪いとかよりも、やってる最中のその人にやる気出させるっていうのが目的で、それ自体が楽器なんで別に良い音とかは必要ないというか、別な話なわけじゃないですか。ユニバーサルは全てに二流というのは多分今でも正解で、録音表現で生きてる人はどこかカルマとしての二流を背負っているっていう。でも、ライブに対して録音が B 級なのかって言えば、そんなはずもなく、そこで改めてスピーカー。このフォスティックスは前に使ってた NF1A がほんと素晴らしくて、その頃はインディゴ使いまくってた頃で、インディゴ触ってた時に音鳴ってない過聴域外のとこでスピーカー飛ばしちゃったことがあって、なんか感動したわけです。発音体としてのリミッター効かせてない感に。そのうち NF1A も修理効かなくなっちゃって、結局手放しちゃったんだけれども、このひ孫的な NF01R は初期のより超おとなしいんだけども、フォスティックスにはずっと期待してます。ジェネレックはずっと僕には合ってないなと思ってたんだけども、この間メーカーの勧めで中のトランスとリフレックスチューブ交換して、そしたら劇的に良くなって、それでニアっぽいのが欲しいときはここのとこずっとジェネレック鳴らしてますね。あっちの KEF は最初から定義がすごすぎて、リスニングとしては完璧というか、リスニングというのはなんかわかんないけど、要は距離ですね。KEF は座って聞くソファーまでの距離が4メートル。それが今座ってるここまでだと、6メートルあるんで、KEF 鳴らしても全然ここだと良くないっていうか、その距離だったらあれっていいよねとかっていう、まあそういう話でして。あとは長く使ってたのは LSR32 と 10M くらいかな。今言ったので並べると距離の順番でこれだといい感じだなっていうのが記憶でもわかるわけですよ。距離での優劣が。どれも特別なスピーカーとかじゃ全然ないんだけども、聞くべき距離での順番感とかは記憶されてる感じですかね。ある程度以上の基準満たしてれば、要はスピーカーって距離だと思うんですよ。そこは口径がどうのこうのとか関係なくて、いいも悪いも座ってるとこからの距離次第だなと思ってまして。それでも結局スピーカーって出自からして理想音源にはほど遠いというか、再生環境、部屋のレイアウトとかに影響を受けない発音体もやっぱり欲しくなるわけです。発音体としては耳というか脳に近いほど能率が高いので、今のところイヤホンが最も費用対効果の高い発音体ってことになるんだけれども、でもそれはそれで頭部伝達関数はどうなんだとか、クロスフェードスイッチって一体何なんですかみたいなことを言えば、やっぱりイヤホンとて一体フラットって何ですかってことになりまして、最も長く使ってるのは普通に 900ST。外に行った時に慣れてるやつの方が仕事早いよねっていうのもあるので、良い悪いよりも慣れてるってことで 900SE になるんだけれども、まあ普通に全然これで良い。ヘッドホンはその容体ゆえのトレードオフとして、大体は再生限界としての共鳴穴が仕込んであるんだけども、900ST の場合はダイヤフラムの手前のプロテクターとその周りの外縁に穴開けて共鳴させてるっていう構造でして、中に EQ のシェルビングを猫刺してるみたいな感じになるんだけども、さすが完成度も高いですね。
これがヘッドホンでなくて、イヤホンの場合だと、さらに耳の中での共鳴問題があるし、空気抜きも必要だし、能率高くすることでのトレードオフは、どこにでも結局あるみたいな感じでして、900ST も結構な癖はあります。当然だけど。もう一つのヘッドホンは QC ウルトラ。これは、イヤホンで使った QC20 が、これほんと素晴らしくて、飛行機の中でも仕事できる的な、何個買ったんだか。修理しながら使い続けてたんだけれども、とうとう修理対象外になってしまいまして、それで QC ウルトラ買ってみたんですが、QC20 とはだいぶ癖違いまして、QC ウルトラはむしろ無線の方がしっくりくるというか、むしろ無線の方が良い。ただ、無線だと 44.1 キロにしか対応していない。入出力デバイスの選択をいちいち変えなきゃならない。計測ツールを迂回することになる。ので、ここでは IO のデジタルアウトからあえて別の A2DP トランスミッターを介して信号を送ってます。そっちの方が接続も安定するし、音も PC の Bluetooth よりもむしろ落ち着くんで、それでも当然無線の分だけ信号は送れるんで、入力仕事とかには使えないんだけれども、聞くだけだったら全然大丈夫で、あと動画編集ぐらいのズレ精度なら無線でも大した問題ないんで、ここのとこはずっと使ってますね。というか、充電切れちゃうのだけが残念で、それ以外これ素晴らしいので、同じのもう一個欲しいですね。QC ウルトラもう一個お願い。あと、イヤホンは手話のとかも持ってはいるんだけども、なんかこの耳になんかくるっとする。あれのやり方がいつもわかんなくて、自分でできなくて、現場では PA の方にやってもらったりとかして、悪いなーとかって思いつつ、たまに家で耳に引っ掛ける練習とかしてるんだけども。ヘッドホンはだいたい左耳のとこから線が出てるんで、ヘッドホンアンプは左側に置いてるんだけども、線が邪魔なんで、机の天板に穴開けてケーブル通してまして、そうすると端子の付け根で線が曲がることになるんで、ちょいくるっとさせてます。ディーンのキャビネット開ければ何かかんか入ってるんで、足りなかったらホームセンターまでお散歩みたいな。前回あれだけ測定しといてなんですけども、測定値からスパイクとディップを見る。そうすると、そこで、もろもろオーディオ評論的に言われてることよりか、全然自分の耳の左右差の方がでかいってことを知る。ということになるわけです。今、ここの部屋だと、2本のスピーカーのうち、壁に近いスピーカーの方が問題多くて、測定値もその結果を返してくる。だけど、言われた通りには直さない。性格っていうのとやる気出るってのはまた別の話なんで。再生環境が変わると、部屋の低在波とか反射とか、指向性の不連続とか箱なりとか、また別の、だからちゃんとやるんだったらスピーカーは家と同時に立てるってことになるんだけれども、そうしたところで信号補正よりか脳の問題の方がでかいってことに気づくってことですね。かつて、耳鼻科の医者に耳が悪いってことは頭が悪いってことですよって言われたことあるんだけども、慶応病院のお医者さんに、それはそれで正しいなって実感しちゃうわけです。同じ IO を通しても、なんかソフト申請ってハードのと比べて全然貧弱だし、ハード申請って言っても乗っかってるチップに書いてある中身はソフト申請と似たようなものかとは思うんですが、多分。結局のところなんでだかはわからないですね。音響測定の結果見て、多孔材やらウレタイン貼るなんてことはなんか照れるっていうか、全然する気にならないし、ただ住宅用の西とは別にオーディオ用のアースは埋めましたね。90センチ4本と130センチ4本にセメント流して。だから、前電柱とかもろもろ言うけど、電力会社とか選ぶ前に土地ですよね。設置抵抗は地質によるんで。あとは、低在波、低上波対策として、棚は絶対天井ピタピタまで作る。壁と天井が交差する角にはなんか吊り下げとく。というか、むしろその中間は何もなくてもよくて、少なくとも天井の角とかには何か置く。壁に異物をねじ込んでおくっていうのが礼儀というか、レイアウトの基準はあれです。もし渡辺敦さんがうちに来てくれたらどう思っていただけるか、それだけです。スピーカー、ヘッドホン、イヤホン、アクチュエーター、何にしたところで、要はそれをどこで鳴らしてどこで聞くかってことでして、DSD を初めて聞いたときは感激したけれど、スピーカー種自体でそこまでのってそんなないかなと。結局のところ、音の良し悪しってわかんないですね。ならばどうするのかっつうと、最後は信用できる他人に預ける。
TD の後、こいつなら失敗しても許せるって人にトリートメントなり、マスタリングなりお願いして、そこには口出さないってことですね。あわよくば生きてるうちに自分もそんな他人になれるかみたいな。バンド大事。バンド